はいどうも皆さん、サッシーです。今回は僕が行っている海外の高校 UWC について簡単に説明していけたらなと思います。で、この僕が行っている UWC っていう学校は本当にすごい面白い学校なので、動画最後まで見ていただけたら嬉しいです。こういう動画は初めてなんですけど、僕はその UWC っていう学校に留学している17歳高校生です。で、今現在コロナウイルスの影響で、6月に帰国予定だったのが3月の下旬に帰国ということになりまして、今現在日本にいるという状態です。では早速説明していきたいと思います。はい、じゃあまず UWC の概要について。 UWC っていうのは、United World College の頭文字です。で United World College っていうのは2年生のインターナショナルスクールです。で、よく留学であるのがマックス1年間っていうのが多いと思うんですけど、ここは2年間のインターナショナルスクールです。で、今現在世界中に19校あって、例えばヨーロッパにもあるし、アフリカにもあるし、アジアにも北アメリカにもあります。で、現在今南アメリカにはないんですけど、新しいのを作ってるっていう話を聞いたので、もしかしたら南アメリカにこれからできるかもしれません。で、僕はその中で、おそらく一番マイナーな国であるアルメニアというところに行っています。アルメニアってどこにあるのっていうと、場所的にはすごいアジアとヨーロッパの間で、微妙な位置にあります。で、多分アルメニアっていう国を聞いたことない人も多いと思うんですけど、僕もこの UWC の留学前まではアルメニアのことを全然知りませんでした。で、この UWC に日本から行く場合は、日本の学校を2年生の、夏前に辞めて9月から向こうの学校に入学するという形になります。これは本当に僕の個人的な意見なんですけど、 UWC っていうのはこの皆さんが留学に求めるものっていうのを、ほとんどが詰め込まれているような夢のような学校だと僕は思ってます。で、なぜそう思うかっていうのは今日の動画を通じて話していこうと思います。この UWC で何がユニークかっていうと、一つ目はまず多様性に関して。で、さっきも言ったようにインターナショナルスクールなんですけど、普通のインターナショナルスクールよりだいぶ多様性がすごくて、アルメニア校は生徒がまず1学年110人から20人で、2学年だから230、40人の学校なんですけど、生徒は80カ国以上から来ています。で、簡単に80で割ると、一つの国あたり3人ということになるんですけど、もちろん人数に国によってばらつきはありますけど、例えば日本だとしたら僕の同級生は、僕含めもう1人だから2人で、1個上の世代に3人いました。だから日本人は5人で、例えばアフリカの国なんかは1人しか来てないっていう国もありますけど、でも世界80カ国から来た生徒と同じ場所で過ごしてます。ですごいいいのが240人しかいないっていうことで、みんなの距離が近くて、みんな友達で仲良く話せるっていう、その距離が近いし、全員のことを知ってるっていうのはすごいいいなと思います。そう、この入学するためには専攻を通過しないといけません。で、専攻っていうのは各国によって行われてるんですけど、例えば日本で言ったら UWC 日本協会っていうところがあって、そこに僕はこう応募して、で専攻が一次選考二次選考ってあるんですけど、それを通過して派遣していただいてるっていう形になります。で、基本的にはこれ全員に奨学金が出ます。で、奨学金の割合については人によって異なるんですが、日本でなかなか耳にしない奨学金なんですけど、ニードベース方式っていう奨学金が結構メジャーで、必要な分だけもらえるっていう形ですね。あとは最初から全額もらえますよっていう全額奨学金の枠もあります。で、これとまた別にグローバルセレクションプログラムっていうものがあって、これは各国ではなくて UWC の国際協会によって行われているもので、これに関しては奨学金は全く出ません。なので学費を全て払える人のみ受験できるっていう形になってます。じゃあ専攻ってどういう感じなのかっていうと、基本的に人間性が見られます。で、こういった多様性に富んだ環境で生活していくんですけど、言ったら各国から平均2、3人程度しか来てないわけで、自分たちはその国の代表なわけです。で、例えば僕で言ったら、僕が日本を代表していってるわけで、他の生徒が日本のことについて聞いてくるし、それに対して答えなければならない。で、それに対して責任を持たないといけないし、この UWC の環境に貢献できるのかっていうところを見られます。で、専攻を通過しないと入学できないので、求められてないような人材っていうのは来ないです。で、 UWC っていうのは多様性だけじゃなくて勉強にも力を入れてる学校で、ただの異文化交流っていうだけじゃなくて、教育カリキュラムについては、IB International Baccalaureate の頭文字です。で、IB っていう教育プログラム
にのっとって授業をしています。で IB っていうのは、2年間の教育プログラムで、日本ではまだあまり浸透してないんですけど、海外だと結構有名なもので、世界で一番難しいカリキュラムって言われてます。でそういうのもあっていろんな大学から認められてますし、 IB でいい成績を取ったら大学もすごい評価してくれます。でまた IB については後で話します。はい、で次にこの UWC でのユニークな生活について話していきたいと思います。で UWC っていうのは基本的に全寮制です。で全寮制なので一応カフェテリア、食堂ですねがあって、そこで3食出るようになってます。で毎回食べるときに払うっていう形じゃなくて、学費にも全て食費っていうのは入っていて3食、ビュッフェ形式ですねで出る形になってます。でカフェテリアで食べなくても、例えば夜は街のレストランに行って外食するだとか、ピザをオーダーするとか、そういったことも可能です。で僕も例えば友達の誕生日の時に KFC を頼んでみんなで一緒に食べたりっていうことはよくしたりします。で寮についてなんですけど、寮はアルメニア校に関しては7つあって、1個の寮に約30人、男女混合です。で部屋はもちろん男女別で、階が男女別なんですけど、基本的に4人部屋か2人部屋になってます。で僕は今4人部屋にいるんですけど、その場合は、2年生が2人1年生が2人っていうのが原則です。で僕の部屋に関しては今年1年生が多くて、1年生が3人2年生が1人っていう部屋なんですけど、で部屋分けに関してなんですけど、ここもすごい工夫されていて、絶対にってわけじゃないんですけど、基本的に他の大陸の人と同部屋にはならないようになってます。例えば僕で言ったら、僕がアジア人なので他の人はアメリカだったり、ヨーロッパだったり、あとはアフリカだったりっていう風にこう分けられてます。で僕の部屋に関してはルームメイトはベラルーシ人で、アルメニア人、そしてアメリカ人になってます。一応アルメニアはさっきも言ったようにアジアとヨーロッパの間にあるので、僕の部屋に関しては、南アメリカがいなかったりっていうところはあるんですけど、でも世界のいろんなとこから来た人と常にこう話ができたり交流ができたりっていう工夫された環境になっています。で基本的に生活には困りませんっていうのも、じゃあ例えばタオルとかベッドシーツとか枕カバーとかそういった理念は全部支給されますし、行った時に、それぞれの SIM カードっていうのも置いてあって、だから携帯のことに関しても困らなかったし、そこら辺の生活に必要なものっていうことについては充実してます。でシャワーも綺麗ですし、トイレも綺麗ですし、毎日清掃員の方が入ってくれてて、すごい生活に保たれてます。で、さっきも言ったのに、寮がアルメニア校では7つあるんですけど、例えば寮対抗でサッカー大会があったり、動画を作ってこう見比べて順位をつけたりって、そういうような、寮対抗のものがあって、これは日本でいうと球技大会みたいなものになるのかな。で海外の学校って日本みたいにホームルームがあって先生が来るっていう形じゃなくて、自分が取ってる教科の先生の教室に行って授業を受けるっていう感じなので、日本でいう2年何組だとか1年何組っていうような自分のホームルームはありません。だから寮が、自分の属するコミュニティとして存在しているっていう形になります。で基本的に生活はすごい自由で、もちろんある程度の制限はあります。だから例えば日曜日から木曜日まで、次の日に授業があるときは、夜10時までに寮に戻らないといけない。でチェックインがあって、チェックインをしないといけない。で次の日に授業がない金曜日と土曜日に関しては、11時まで出ていいよっていうのがあって、あとは何週間かに1回オーバーナイトっていうのがあって、その日は、例えば同日でアルメニアの首都にお泊まりに行って、みんなでホテルに泊まって次の日も朝から観光したりしてっていうようなこともできたりします。であとは僕がしたのは、スキー場のあるところに行って泊まり込みでスキーをしてみんなで遊びました。でそういったこともできますし、それに関しては学校が手配するというよりは自分たちでホテルも予約してスキーのチケットも買って、でそれを学校に伝えて許可をもらうっていう形になります。次に授業に関して、で授業はさっき言ったように IB 国際バカロレアっていうものの教育プログラムにのっとって行われているんですが、IB っていうのは2年間のさっきも言ったように教育プログラムで、
国際バカロレア資格っていうものの取得を目標として、2年間勉強するっていう形になります。その資格はディプロマ資格って言われてるんですけど、このディプロマ資格は、2年間の最後にある最終試験の結果と2年間を通して行われる課題の出来のこの2つで評価されます。でそれで、一定の点数を取れれば合格ということでディプロマ資格がもらえます。 IB ってハードだなっていうのを言われてると思うんですけど、課題はすごいいろいろあって、でも日本みたいに作業みたいな課題はあまりなくて、例えば何か文献を読んでそれに関するエッセイを書いたりだとか、そういうクリエイティブに考えていくような課題が多いです。で一応 IB の仕組みについてなんですけど、 IB は6つのサブジェクトグループがあって、第1言語、第2言語、数学、社会、理科、そして芸術の6つのグループから1つずつ教科を取って勉強していくっていう形になります。で芸術に関しては取っても取らなくてもよくて、ただ僕は芸術を取る代わりに、理科科目から2つ取っています。でこの6つの教科の3つをハイヤーレベルで、他の3つをスタンダードレベルで取るっていう形になります。僕のハイヤーレベルは、物理、経済、そして数学ですね。で僕のスタンダードレベルに関しては科学で、第一言語として日本語で、第二言語でスペイン語を取っています。でこの日本語なんですけど、もちろんインターナショナルスクールで日本語を喋れる日本人の先生はいません。ということで、日本語はセルフトートっていう形で行っていて、自分で本を決めてそれを読んで分析して、エッセイを書いたりだとか、そういったことをしています。で自分で進めていくっていう形ですね。でもこれは学校によって本当に違うんですけど、アルメニア校は1コマ80分で1日3コマから4コマっていう形になっています。でさっきも言ったようにホームルームがなくて、一人一人タイムテーブルが違うので、じゃあ例えばこの日は2コマ目に空きがあってここは自習しないといけないみたいなこともあります。でIB の特徴として、この6つの教科以外に3つのコアと呼ばれるものがあって、1つ目が TOK Theory of Knowledge で、知の理論っていうもので、これは、知識について学ぶものですね。でどんなものかっていうと、じゃあ自分の持っている知識はどうやって得たものなのかで、この知識とじゃあ例えばインターネットにある情報っていうものを区別するものは何なのか、でその知識をどうやって使うのかだったり、その知識全てについて学んでいくっていう、それは面白い教科です。で2つ目が Extended Essay って言って、これは高校では珍しいんですけど、簡単に言うと卒業論文みたいなもので4000語以下で論文を書かないといけません。でこの論文っていうのは自分が取っている6つの教科に関係しているものでないといけません。で僕で言ったらまだ書き始めていないんですけど、経済について書こうかなっていうことを考えています。で3つ目が CAS と呼ばれるもので、CAS っていうのは Creativity Activity Service の頭文字になります。でこれは日本で言うと、部活動みたいなものなんですけど、日本みたいに一つのことをずっとやるかっていうとまたそうではなくて、で基本的には週1回で複数個取ることが可能なので、例えば僕の場合は7個程度取っていて、だから週に7個っていうのを毎週やっていくっていう形になっています。でこの3つのコアもしっかりしないとディプロマ資格っていうのは取れません。だからこの3つのコアと6つの教科で一定以上の点数を取るってことがディプロマ資格取得のための条件となります。でこの日本でいう部活にあたる CAS っていうものについて話していきたいと思います。でその C クリエイティビティなんですけど、これは創作活動で、例えば僕がやっていたのはカーペントリーっていう、例えば棚を作ったり木で、小物を作ったりだとか、そういうものもあるし、であとは陶芸だったり、絵を描いたりだとか、そういう創作活動になります。でアクティビティ、これは名前の通り、体を動かすような活動ですね。身体的活動やって、僕は日本でもやっていたサッカーを今も続けてやっていて、あとはバスケットボールだとか、週末にハイキングに行くアウトドアチームに入ったりだとか、そういったことで体を動かしてしっかり
健康に生活できるようにっていう形でアクティビティをやっています。で、3つ目のサービス、これが僕は一番面白いと思ってて、これは奉仕活動になります。僕が言っているのは地域の子どもたちにサッカーを教えるっていうものと、また子どもたちに、科学を教えるっていうものをやっています。で、これに関しては、学校が主体でやってるっていうわけではなくて、僕たち生徒が自分たちでアイデアを考えて、地域のコミュニティセンターのところに自らコンタクトを取って、して打ち合わせをして活動を行っていくっていう形になります。で、例えば、子どもたちにサッカーを教えるっていう、サービスは前からあったんですが、この子どもたちに科学を教えるっていうサービスに関しては、僕と友達2人で新しく作ったサービスで、それを地域のコミュニティセンターに、提案して、承認ということで新しく始めました。で、内容としては8歳から10歳ぐらいの子どもたちに、科学に興味を持ってもらうっていう、目的でいろんな実験をしながら楽しく科学を教えるっていうようなこともしています。で、これ全て週1回で、例えばこの科学を教えるものは月曜日の授業が終わった後にコミュニティセンターに行って、できた子どもたちに科学を教えるっていう形でやっています。はい。で、こういったキャスっていうのは通年で1年間ずっと行われるものなんですけど、これ以外に自分たちでプロジェクトを始めたりっていうこともできて、僕がやろうとしていたものの一つは、ガールズフットボールトーナメントっていうのをやろうとしていて、アルメニアの女子サッカーチームを集めてトーナメントを開こうっていう企画なんですけど、このアルメニアでこの男子と女子に与えられているスポーツをする機会っていうものに違いがあるっていうことで、女子にもっとサッカーをしたりだとか、いろんなスポーツをする機会を与えていこうっていうことで、このガールズフットボールトーナメントっていうのを企画していました。で、こういうのに関しても、生徒が自らアイデアを考えて学校にお願いをして、これだけのお金がいります、バスを手配してくださいだとか、もう全て必要なものを自分たちで考えて、で学校に提案をするっていう形になります。で、学校に承認されるとそういったお金がもらえて、でまた全て自分たちで進めていくっていう形になります。で、今回、コロナウイルスの影響もあって開催には至らなかったんですが、自分たちでアルメニアのサッカー協会にコンタクトを取ったりだとか、そういったことをしていました。で、そうですね、こういうふうに自由度が高くて、なんて言うんでしょう、日本の高校みたいに学校がこうやれって言ったものをやるっていうよりは、どちらかといえば大学に近い感じで、生徒たちが主体的に何かを始めて、それを学校が金銭面であったり、いろんな面でサポートしてくれるっていう形になります。生徒一人一人がすごい自立していて、みんなそれぞれ例えば社会問題に対してだったり意見を持ってるし、そういった議論みたいなものもよく繰り広げられたりしています。で、そういった議論だけではなくて、じゃあ例えばなんでしょう、すごい簡単な日常会話からでもいろいろな発見があって、っていうのも、世界80カ国以上から来た生徒が一箇所で生活しているので、やっぱり価値観の違いで、僕が持っていた当たり前っていうものが彼らにとっては当たり前じゃないっていうことがすごいいっぱいあるんですね。で、そこで海外ではこうなんだっていう、カルチャーショックだったり価値観が変わるような経験がすごい毎日のように起こります。で、ここがすごい UWC の面白いところだなと僕は思います。はい、じゃあ今日はこんな感じですごい簡単に UWC がどんな学校かっていうのを説明していったんですけど、もちろん簡単な説明だったのでまだわからない部分は多分多くあると思います。それに関しては、コメント欄にコメント残していただければ、また次の動画なんかでお答えしたいと思っています。現在さっきも言ったように、コロナウイルスの影響で日本に帰国しているので、こういった説明みたいな動画をいっぱい上げることができるので、コメントしていただいて、like、サブスクライブしていただけるとありがたいです。一応チャンネル名が冊子ブログってことなんですけど、今日本にいるってことで、ブログはちょっと難しいんですけど、また8月から、その学校に戻ることができたらブログ再開しようと思ってるので、その時にまた見れるようにチャンネル登録お願いします。はい、それではまたじゃあ次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバイ。
翼